はい、こんにちは、山です。今回は2023年版予算2万で揃えるアジング最強タックルということで紹介します。よろしくお願いします。2020年の秋に予算2万で揃えるアジング最強タックルということで20コルト UX と18メガ率の組み合わせを紹介したところめちゃくちゃ大好評だったんですが、残念ながらモデルチェンジによる廃盤にちょっとなってしまいました。そのためいろんな方から2023年現在で低予算で揃うコスパのいいアジングタックルはないですかという問い合わせが僕のところに多く届くようになっていました。最近は技術の進歩によりいろんなメーカーさんから安くて性能のいいタックルがどんどん発売されていますが、その反面初心者の方は選択肢がちょっと多いのでどれを選んだらいいか迷うだろうなと思うところは結構あります。そこで今回は僕が使っている2023年版予算2万で揃えるアジングおすすめタックルということで紹介していきますので、ぜひ参考にしていただければと思います。まず最初にアジングロッドから紹介していきますが、アジングロッドはこのアジドー 1G S622L、 これがめちゃくちゃおすすめです。実売価格が1万円ちょいですが、感度ロッドバランスが中堅クラスのロッドに匹敵するぐらい優秀で、アジを釣るための要素がお値段以上に詰まっています。いやー、このアジドー 5G の S622L がめちゃくちゃいい仕上がりだったので、このアジドー 1G も結構期待をしていたんですが、期待を裏切らないめちゃくちゃいい仕上がりでした。1万ちょいで買えるロッドもここまで進化したのかという感じですね。アジドー 1G の S622L を軽くインプレすると、アジドー 5G の S622L と比べたら感度は劣りますが、当たりの伝わり方が違うだけでアジの当たりは普通に感知することができます。例えば 5G の時はカンと明確に出る当たりがコンという風な感じで少しマイルドに伝わったり、網パターンの時のツッという当たりがティップがプッと持たれるような感じで伝わるなど、当たりは取れるけど伝わり方が違うって感じですね。ただこれですが1万ちょいの値段で買える竿としては十分すぎるぐらい感度は出ていますし、一昔前のロッドに多かった感度が悪いのでアジの当たりが全然取れなくてさっぱりアジが釣れないということはないですね。実際にこのアジドー 1G を初めて使った時にストレスを感じるぐらい感度が悪いんだったらもう別の竿を使おうと思って2タックル準備していってたんですが、実際に使ってみたら全然そんなことなくて、思った以上に当たりがパンパン取れて、もうそのまま最初から最後までこのアジドー 1G でやり通しました。次はジグヘッドの操作感について紹介しますが、ジグヘッドの操作感はアジングでよく使う 1g 前後のジグヘッドを使ってこうちょんちょんちょんとアクションを入れた時に手元に操作感がトントントンとよく伝わります。そのおかげでジグヘッドの操作感が全然わからずに今何やってるかさっぱりわからないっていうことを減らせます。で、僕使った時に一番軽いジグヘッドがレンジクロスヘッドの 0.6g にアジリンガーをつけて使いましたが、その時でもジグヘッドの操作感ですね、足は2メートルぐらいの高さのところでちょんちょんちょんってやっても感知することができました。結構軽いところもですね手元に明確に伝わりました。さらに軽いジグヘッドが扱いやすいだけでなく 2g ぐらいの重ためのジグヘッドも水深5メートルぐらいまでのポイントだったらアクションを入れた時にティップが負けずに軽快に操作することができます。アジングでよく使う重さのジグヘッドが軽快に扱える操作感を兼ね備えています。次はロッドバランスについて紹介しますが、このロッドバランスはアジドー 5G の S622L の神バランスとまではいきませんが、あれは比べる竿が悪いだけでそこまではいけませんが、かなりいいバランス出ています。個人的に 180g 前後のリールをつけて使うとアクションを入れた後の食わせの間の時にジグヘッドの重さがふっと軽くなる、いわゆるテンション抜けの当たりが取れるいいタックルバランスが出るようになります。このアジドー 1G の S622L に合わせたらいいリールはまた後ほど紹介します。次は投げやすさについて紹介しますが、投げるときに指を離すタイミングが硬い竿ほどシビアじゃないので結構投げやすいです。硬い竿だと投げるときに指を離すタイミングが結構シビアになりますが、この竿は硬い竿というよりか少し柔らかめの竿なので投げるときに指を離すタイミングが少々ずれてもフライにピヨーンと飛んでいったりとかライナーでドボーンと突っ込んでいったりすることもなく、かなり初心者の方でも投げやすいです。次はロッドパワーについて紹介しますが、
ロッドパワーは一般的な水深 5m 程度のポイントで使うんだったら全然問題ないパワーがあります。水深 5m ほどのポイントで 1.8g のレンジクロスヘッドをフルキャストした先の底付近でアジが食ってきても普通にフッキングできるパワーがあり、ロッドが柔らかすぎて合わせの力を竿が吸収して、そしてフッキング率が下がってストレスを感じるということはなかったですね。そしてアジの抜き上げは28センチのアジまで抜き上げましたが、恐怖感もなく余裕で抜き上げれました。この感じだったら尺アジも余裕で抜けると思います。ただアジ道 5G よりも低弾性で折りにくいロッドになっているとは言っても、抜き上げの時に竿を立てすぎてしまうとティップとかベリーの部分に負担がかかって簡単にパキッと折れる可能性があるのでご注意ください。このアジ道 1G S622L でちょっと気になった点は、ガイドが SIC という表記がないので、おそらくアルコナイトを使っていると思いますが、そのアルコナイトの耐久性が気になるところです。というのもアルコナイトは SIC よりも高度が低いので、使用していくうちにラインでガイドが削れていくのではとちょっと気になりました。ただ僕の友人がアルコナイトのガイドのロッドで PD0.85 を使ってタチウオを1000匹ほど釣ってもラインでガイドが削れて切れやすくなるということがなかったので、タチウオよりも負荷が少ないアジングで使うには問題ないかなと思います。アジ道 1G S622L の性能を活かせる使いどころですが、一般的な水深が 5m ぐらいまでの漁港とかテトラタイで 1g 前後のジグヘッドを使ったリフト&フォールの釣りで使うと、この竿の性能を活かせます。初心者の方でもとても扱いやすいスタンダードなモデルですね。もし竿の長さや硬さに迷ったら S622L を買っておけば、一般的な漁港やテトラタイなどいろんなポイントで使えるので間違いないと思います。アジングの入門ロッドって値段は安いんですが、感度がいまいちでアジの当たりが取れなかったりとか、アクションを入れてもジグヘッドの操作感が分かりにくくて、今何やってるかさっぱり分からないっていうロッドが結構多かったんですよね。しかしこのアジ道 1G S622L は1万ちょいの値段で買えるとは思えないほど感度やロッドバランスがいいので、アジング初心者の方でもアジの当たりを感知してガンガンかけていくアジングの楽しさを満喫できる超おすすめのロッドになります。もうアジングロッドの最初の1本に迷ったら、このアジ道 1G S622L を買っておけば間違いないですというぐらい超おすすめです。次はおすすめのリールを紹介していきますが、リールは23レガリスの重量 175g である1000番から2000番が超おすすめです。23レガリスは実売価格9000円前後なのに重量がなんと 175g。 重量だけ見たら 175g なので、中堅クラスや上位クラスのリールと比較したら少し重たいですが、この23レガリスをアジ道 1G S622L に組み合わせると非常に優秀なタックルバランスになります。タックルバランスとは竿にリールを取り付けた時のトータルのバランスのことを言い、アジングはリフト&フォールの釣りがメインになるため、竿が水平もしくは水平よりも少し上ぐらいになるのがいいタックルバランスになります。で、このアジ道 1G S622L に23レガリスの1000番から2000番の 175g のリールを組み合わせることで超いい感じのタックルバランスになり、アクションを入れた時のジグヘッドの操作感が手元に伝わりやすかったり、アクション後の食わせ沼を入れた時のジグヘッドの重さがふっと抜ける、いわゆるテンション抜けのあたりも感知できるめちゃくちゃいいタックルバランスになります。多分アジ道 1G の S622L は 180g 前後のリールで合わせることを前提に設計したんじゃないかなと思うぐらいベストなバランスになりますね。さらに巻き心地も18レガリスよりも良くなっていて、エステルで尺アジが来ても問題ないドラグ性能もあります。価格や重量、性能ともに入門用のリールとして完成度の高かった18レガリスよりももっといい感じで仕上がっています。いや、ぶっちゃけで言うと18レガリスの時点で重量 185g とかなり軽かったので、23レガリスも重量は据え置きだろうなと思っていましたが、まさか 10g 軽量化してくるとは思ってませんでした。今回は23レガリスをこのアジ道 1G S622L との組み合わせで紹介していますが、重量 175g のリールを組み合わせるといいタックルバランスが出るアジングロッドは他にもいろいろあるので、もし初心者の方が最初に買うリールで迷った場合はこの23レガリスを強くおすすめします。
ちなみに23レガリスの番手やギア比の選び方ですが、基本的にジグヘッド単体の釣りだったら LT1000 番から2000番で選ぶのがいいですね。ギア比は 1g 前後のジグヘッドを使って高腕部で近距離の釣りをすることが多いんだったらパワーギアかノーマルギア、逆に 1g 前後のジグヘッドを使うことが多かったり、回収スピードやアジをかけてからのやり取りを速くしたいんだったらハイギアがおすすめです。僕はアジをかけてからすぐに寄せたいタイプの人間なので、ハイギアのリール LT2000 の XH を使っています。次はラインを紹介していきますが、ラインは月下美人のエステル A 缶がおすすめです。ラインのカラーが夜間での視認性がいいピンクを採用しているので、光量がある常夜灯周りではラインが見えやすいですね。夜間でもラインを目視で確認してジグヘッドがどの方向に飛んでいるか分かりやすく、周りとのトラブルも減らせますし、竿先からラインの角度を見てジグヘッドが今どの辺りにあるかなという距離感も分かりやすいです。そしていろいろな種類のエステルがある中でも感度がとてもいいので、アクションを入れた時のジグヘッドの操作感やコンとかカサッというアジのあたりも明確に手元に伝わりやすいです。さらにラインの硬さも硬すぎず柔らかすぎずのちょうどいい硬さなので、硬くて感度のいいエステルにありがちなライントラブルも少なく、初心者の方でも扱いやすいエステルになります。僕自身このラインが出るまでは X ブレード D ペットを使っていましたが、今はこの月下美人 A 缶をメインで使っています。で、このラインの最初に使う太さは 0.3 号が硬さと太さのバランスがいいのでおすすめです。理由として初心者の方がエステルに慣れてない状態でいきなり 0.2 号のような細いラインを使うと、投げた瞬間にプチッとラインが切れるいわゆるキャスト切れとか、合わせを入れた瞬間にプチッと切れる合わせ切れ、これらを多発してしまって、もうジグヘッドとかワームがポンポンポンとなくなってしまって心が折れてしまう可能性が非常に高くなります。僕も昔はよくやりました。そういった理由で初心者の方が最初に使うエステルの太さは 0.3 号からスタートして、エステルの扱いに慣れてから 0.2 号に細くするとか 0.4 号に太くするといった感じで使っていくことで、効率よくエステルを使いこなせるようになると思います。現在のアジング市場には多数のエステルがありますが、この月下美人 A 缶は感度や強度、視認性など非常にバランスがよく作られていて、初心者の方でも扱いやすい超おすすめのラインになります。次はリーダーについて紹介していきますが、リーダーはナイロン、フロロ、エステルの3種類がありますが、初心者の方はナイロンかフロロをおすすめします。竿やリールとか他のタックルと比べてもリーダーの優先順位というのはかなり低いので、あまり投資はしなくてもいい部分になります。僕がエステルを使い始めた時は安物のナイロンを使っていました。エステル 0.3 号に合わせるリーダーの太さは1号をトリプル8ノットで結ぶと結束強度も出やすいのでおすすめです。次はジグヘッドについて紹介していきますが、ジグヘッドはドヒトミのレンジクロスヘッド、フロードライブヘッドがおすすめです。アジングの基本的な釣り方であるリフト&フォールの釣りに最適なショートシャンクでオープンゲープの設計、ドヒトミの熟練の職人さんが究極の刺さりを追求した鋭い針先は、軽く合わせただけでもアジの口に気持ちよくスパッと刺さり込みます。アジング初心者の方でもアジの喉奥にフッキングしやすく、口切れによるバラシを減らして一匹一匹を丁寧に釣ることが可能です。レンジクロスヘッドとフロードライブヘッドの使い分けですが、20センチ以上のアジを狙うならレンジクロスヘッド、20センチ以下のアジを狙うならフロードライブヘッド、この使い分けを基準にして選んだので大丈夫です。一度使えば癖になる刺さりの良さをぜひ体感してみてください。次はおすすめのアジングワームを紹介していきますが、僕のおすすめはアジリンガー、アジアダー、イージーシェイカー、ガルフ、ベビーサーディン、ニーチ、この4種類になります。アジリンガーは小さいボディに深いリブが入ったワームで、特に網パターンの時に強く、軽いジグヘッドでも操作感が分かりやすいので、初心者の方でも扱いやすいワームになります。アジアダーは全体に浅いリブが入ったワームで、キビキビと動きやすいので、小さめのベイトパターンの時によく釣れるワームですね。アジリンガーで反応が悪い時にアジアダーを使ったらめっちゃ釣れる時がよくあるので、絶対に持っておきたいワームです。イージーシェイカーは
イカの匂いがたっぷり入った全体に細かいリブがあるストレートワーム。大きめのベイトパターンの時だけでなく、イカの強烈な匂いでアピールするので、活性の低い味やすれた味にもめっちゃ効果があります。サイズは 2.5 インチから3インチが扱いやすいですが、味の活性によってはワームを吸い込みきれない時もあるので、その場合は少しカットするといいですね。汁物系で有名なガルプですが、ベビーサーディン2インチが一押しです。他のワームで反応がない時でもガルプに変えたら1投目で釣れることもよくあるので、絶対に持っておきたいワームです。ただこのガルプにも弱点があって、クリア系のカラーがないので、クリア系のワームが強いパターンの時は全く手いいほど釣れない時があります。なのでガルプだけ持っていってひたすらガルプを投げるというのは絶対にやめた方がいいですね。昔の僕のように痛い目に遭う可能性が非常に高いです。2023年現在もいろんなメーカーさんから多数のワームが出ていますが、この4種類のワームを持っておけば年間通じて網パターンやベイトパターンなどいろんなパターンに対応して味を釣ることができます。ちなみにワームのカラーについてもよく聞かれますが、正直言ってワームのカラーはジグヘッドの重さとかポイントの選択と比べたら釣果に与える影響というのはあまり大きくないので、基本的に難しく考えずにクリア系、グロー系、ソリッド系、この3種類を持っておくといいですね。クリア系は透けて見えるカラーで常夜灯の明かりで反射して味のアピールが強く、網パターンの時は特に大活躍することが多いですね。ソリッド系は透けて見えないのでシルエットが出しやすいカラー。グロー系は蓄光して光るので味へのアピールがめっちゃ強いカラーです。クリア系、ソリッド系、グロー系の3種類の中で好きな色を数色持っておくことでいろんな場所で対応できるので、ワームのカラーは基本的に難しく考えないでください。ということで今回は2023年版予算2万で揃えるアジングのおすすめタックルを紹介しました。予算2万円で揃えるんだったらこのタックルがベストで、僕自身も購入して使っています。ロッドは1万円台前半で買えるとは思えないぐらい感度がいいので、アジの当たりやジグヘッドの操作感も手元に伝わりやすいです。さらにロッドにリールをつけた時のタックルバランスがいいので、テンション抜けの当たりが取りやすく、超過アップするために必要な要素がお値段以上に詰まっています。いや本当もう最近アジングを始められた方は2万円でこれだけ性能がいいタックルが手に入るのでいいですね。めっちゃ羨ましいです。アジングを始めたいけどどのタックルがいいか悩んでいる方はぜひ今回紹介したタックルを参考に選んでいただければと思います。今後もアジングに関する濃い情報発信を行っていきますので、よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。最後にアジングで釣れなくて悩んでいる方のために、僕が2万匹以上アジを釣って学んだ基本的な釣り方をまとめた電子書籍を作りました。興味のある方はぜひ概要欄のリンクよりご覧いただければと思います。